不動産屋さんの怪談です。これは連続幼女誘拐殺人事件に関する怖い話なので、配信するかどうか実は少し迷いました。日本中を震撼させたあの大事件が発覚したのは、私が専業主婦の頃で、うちの娘もまだ4歳の頃でした。東京の西多摩、現在のあきる野市で、地元の地域新聞社の長男が4歳から7歳の幼女4人を誘拐し、殺害した事件を50代以上の方なら忘れることはないでしょう。若い方でも映画やドラマにもなっているので、知っている人も多いと思います。犯人の M が逮捕され、連日ニュース番組やワイドショーで犯行の詳細などが報道されていました。幼児の遺体をバラバラにしたり、遺体を林に投げ捨てたり、さらには遺体を焼却したということでした。詳しい犯行内容はもうこの辺でやめときましょう。私の友人でプロのカメラマンの T さんという人がいるのですが、彼にはこの事件は私よりもっと強烈な印象を持つことになりました。事件が発覚する少し前のことでした。T さんは仕事で多摩方面に写真を撮りに行ったそうです。そこかしこの自然の風景をたくさん撮っていました。すると偶然立ち寄ったところのとある家の庭先に少し広い敷地があったそうで、その近くにはきれいな桜の木がありました。確か桜の木と言っていたと思います。T さんはとにかくその木を取ろうとそばまで近づいたそうです。するとその敷地で一人の20代から30代くらいの若い男性が一斗缶の中で何かを燃やしているのが T さんの目に入ってきました。最初は何かゴミでも燃やしているんだろうと思ったそうです。でもやけに長々燃やしているのでした。それに黙々と何かを燃やしているその様子は淡々と家庭ゴミを燃やす感じではなかったそうです。T さんが近くで写真を撮っていることに気がついていたのか、何か見られたくない、声をかけられたくないという、まるで結界を張っているような、そんな感じだったそうです。カメラマンの勘のようなものだと思いますが、T さんはその男性の様子に違和感があったと言っていました。その男性は挙動不審というか、異様な雰囲気が漂っていたそうです。つまり、よくある日常の風景ではない、無視できない気になる何かが彼から発せられていたので、その男性がとても印象に残っていたのだそうです。そしてそれから間もなく、ついに連続幼女誘拐殺人の犯人 M が現行犯逮捕され、連日の報道で山のような犯人の動画が流されました。T さんはそれを見て、あの時の一斗缶で何かを燃やしていた男だ、とすぐ分かったそうです。写真から場所も大体特定できますし、何より犯人 M の背格好、顔つきはかなり特徴があり、プロのカメラマンの洞察力で、あの男に間違いないと思ったそうです。そして T さんは、犯人はあの時何を焼いていたのかと思うと背筋がゾッとしたそうです。見てはいけないものを見たような不快感がその後じわじわっと襲ってきたそうです。さて、話は変わりますが、同じこの幼女誘拐殺人事件の犯人 M の連日のニュースを私の霊感の強い友人瀬川さんも見ていました。瀬川さんはちょうど犯人 M が遺体を放置した場所での現場検証の様子をテレビで見ていたそうです。犯人 M の周りには数人の警官刑事が取り囲み、M は何やら場所を示して説明しているようでした。その現場には黄色いテープで規制線が張られ、たくさんのやじ馬がその内側で現場検証の様子を見ていたそうです。すると、その規制線テープの内側のちょうど一番前の真ん中に妙な人物が立っていたのでした。
他の野じ馬とは明らかに様子が違う人間でした。瀬川さんにはそれは中世の修道士のように裾が足元まである服をまとい、頭には暗いフードをかぶった妖怪のネズミ男のような格好の男に見えました。瀬川さん曰く、フードの中の顔は真っ暗でしたが、でも犯人 M の方を見てヘラヘラと笑っていたのが分かったそうです。それで瀬川さんは最初、なんでこんな変な格好をした人が野じ馬の中にいるんだろう、犯人を見てヘラヘラ笑って気持ち悪いと思いました。ところが不思議なことに、一緒にそのニュースを見ていた家族には、瀬川さんが何このネズミ男みたいな格好をしている人と指さしても、何のことという感じでその男が見えていなかったそうです。瀬川さんだけにそのネズミ男のような不気味な人物が見えていました。ところが後日ぎょっとするようなことを犯人 M が言いました。M は犯行の動機について、ネズミ男にそそのかされてやったというような証言をしていました。この供述はあまりに荒唐無稽で、彼の歪んだ思考回路を証明するだけでした。でも瀬川さんはその供述を知ると、ああ、あの時の野じ馬の中にいたあの男のことだと思ったそうです。瀬川さんは犯人にとっては作り話ではなく、まんざらでたらめを言ったわけではないのかもしれないと思ったそうです。彼にだけ見えていた想像の存在を、霊感の強い瀬川さんは映像として感じ取ったのかもしれません。つまり彼のその思念を瀬川さんのような人は映像を介して見ることができるのかもしれません。ただ、もし瀬川さんには彼に取り付いている悪霊が見えていたとしたら恐ろしいことです。M の頭の中の思考の産物なのか、もしくは本当の悪霊なのか、それは確かめようがありません。いまだにこの犯行現場は心霊スポットとして怪談話にも登場しますが、そこにはネズミ男のような悪霊がいて、次の取り付くターゲットを探しているのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。